皆さん、こんにちは。ひなです。いつもポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストでは、主に JLPT N1 から N2 レベルの学習者の方に向けて、日本語で様々なテーマについてお話ししています。トランスクリプトはパトレオンでダウンロードできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今回からですね、この N1 から N2 レベルのポッドキャストは少し早めに話そうかなと思います。なので、ちょっと聞くのが難しいっていう方は、トランスクリプトで確認をしてください。さて、今日のテーマですが、話す仕事をしているのに会話が苦手ということについて話していこうと思います。皆さん、これを聞くと、ポッドキャストをしてるのにと思いますよね。実際、私も初対面の方に会話が苦手なんですと言うと、驚かれることがかなり多いです。ずっと話す仕事をしているんだから、会話なんて得意だろうと思われるかもしれません。とはいえ、私自身は昔からずっと人と自然に話すことに苦手意識があるんですよね。ただ、会話が苦手と言っても、その意味って人によってかなり違うと思うんです。例えば、自分の考えを整理するのに時間がかかってしまって、うまく言葉にできない人もいますよね。一方で、雑談はできるけど、深い話になると、急に言葉が出なくなる人もいると思います。それから、何を話せばいいかわからなくて、沈黙が続くのが怖いという方もいるかもしれません。つまり、同じ会話が苦手という言葉でも、人によってその根本は全然違います。だから今日は私自身の経験も含めながら、どうして会話が難しいと感じるのかということについて少し掘り下げて話してみようかなと思います。まず、私は幼い頃、本当に人見知りでした。今、こうしてポッドキャストで話しているので、あまり信じてもらえないこともあるんですが、昔は人と目を合わせることすら苦手だったんですよ。学校でも自分から話しかけることはほとんどありませんでしたし、誰かに話しかけられても緊張してうまく答えられないこともありました。休み時間は一人で静かに本を読んでいることが多かったですね。ただ、当時の私もこのままじゃダメだなという気持ちはどこかにあったんだと思います。そこで自分を変えるために生徒会に入ることにしました。生徒会というのは学校行事を運営したり、生徒の前で話したりする機会が多いので、人見知りの人にはかなり大変な環境なんですよね。案の定、最初は本当に苦労しました。人前で話すだけで緊張していましたし、なんで自分からこんな大変な場所に入ってしまったんだろうと後悔したこともありました。とはいうものの、逃げられない環境に身を置いたおかげで、少しずつ慣れていったんですね。3年ぐらい続けるうちに、人前で話すこと自体には抵抗がなくなりましたし、人と関わることイコール怖いことではなくなっていきました。しかし、人見知りが改善されたからといって、すぐに会話が得意になるわけではなかったんですよね。むしろ、そこから別の問題が見えてきました。それが、相手にどう思われるかを気にしすぎるということです。私は会話をするとき、この言い方は失礼じゃないかなとか、今この質問をしたら嫌な気持ちにさせるかなとか、かなり考えてしまうタイプなんですね。だから、本当は聞きたいことがあっても、考えているうちに話題が変わってしまって、結局何も言えないということがよくあります。特に日本って空気を読むことが大事だと言われることが多いですよね。もちろんそれ自体は悪いことではないと思います。相手の気持ちを考えながら会話するのはとても大切なことですからね。ただ私の場合はそれを意識しすぎるあまり、逆に自然に話せなくなってしまうんですね。つまり失敗しないようにしようと考えすぎて言葉が出てこなくなるんですよ。多分、外国語を勉強している方の中にも同じ感覚がある人っているんじゃないかなと思うんですが、
どうですか？間違えたら恥ずかしいとか、変な日本語だと思われたらどうしようとか、いろいろ考えてしまいますよね。でも、最近、私は海外で生活するようになって、その考え方が少し変わりました。というのも、現地では当然その国の言葉で話さなければならないんですが、私はまだネイティブみたいに話せるわけではないので、日本語で話すときみたいに、今の表現は適切かなと細かく考える余裕がないんですね。その結果、以前よりも素直に話せるようになった気がします。もちろん間違えることもあります。でも実際に使ってみて、相手の反応を見ながら少しずつ覚えていけばいいんだと思えるようになりました。それに、ある時逆の立場でも考えてみたんです。もし、日本に来た外国人の方が一生懸命日本語で話しかけてくれたら、自分はどう感じるんだろうって。そう考えた時、私は日本語が完璧かどうかよりも、頑張って伝えようとしてくれるという気持ちの方が嬉しいなと思ったんですよね。その時、多少間違っていても、日本語で話そうとしてくれるんだなと思うだけで、かなり好印象なんですよね。だったら自分も必要以上に怖がらなくてもいいのかもしれないと思えるようになりました。あと、私が会話で苦手なのが沈黙です。沈黙ってなんとなく焦りませんか？次何を話そうと考え始めると余計に何も思いつかなくなるんですよね。その時、私がよくしてしまうのが天気の話です。今日は暑いですねとか、最近雨が多いですねとか、本当に定番ですよね。自分でもまた天気の話をしてるなぁと思うことがあります。ただ、不思議なことに、そこから会話が広がることも結構あるんですよ。天気の話から季節の話になったり、旅行の話になったり、服や趣味の話につながったり。だから完全に意味がないわけではないんですよね。それに天気の話をしている間に次の話題を考える時間も作れるので、私にとっては意外と大事なんです。なので、何を話したらいいかわからないと悩んでいる人は、まずは軽い話題から始めてみるのもいいかもしれません。それから私は面白く話すのもあまり得意ではありません。世の中にはその場を自然に盛り上げられる人っていますよね。冗談を言ったり、テンポよく会話を続けたり、本当にすごいなと思います。一方で、私はどうしても真面目に考えてしまうタイプなので、ふざけ合う会話になると、どう返せばいいんだろうと困ってしまうことがあります。以前はもっと面白い人にならなきゃと思ってたんですが、最近は少し考え方が変わりました。もちろん相手に合わせられることに越したことはありません。でも、無理に自分を変え続けると、結局すごく疲れてしまうんですよね。真面目な話が好きな人もいますし、落ち着いてゆっくり話したい人もいます。だから、無理にみんなに好かれる話し方を目指す必要はないのかなと思うようになりました。ここまでかなり長く話してきましたが、皆さんどうですか？会話に苦手意識はありますか？私は外国語を勉強しているとき、もっと自然に話せるようになりたいとずっと思っていました。でも実際は質問を考えすぎてしまって、結局自己紹介だけで終わってしまうことも多かったんですよね。ただ最近は上手に話すことよりも相手を知りたいと思うことの方が大事なのかもしれないと感じています。完璧な言葉じゃなくても、あなたに興味がありますという気持ちは意外と伝わるものなんですよね。皆さんはどう思いますか？もし自分はこうやって会話の苦手を克服したとか、こういう考え方をしたら少し楽になったという経験があれば、ぜひコメントで教えてください。私も参考にしたいです。では今日はここまでにします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。